皆さんこんにちは、大志です。今日は自分の大学の3校上の先輩の後編さんに来てもらってます。今回は2部編で、最初はアメリカのその環境とか日本との環境の違いについて話してもらって、で、後編は大学の中での生活、その成績をどうやって取るのかとか、大学生活でどうやって生き残っていくかっていうのを話してもらいます。で、軽くまず自己紹介。はじめまして、浩平です。さっき紹介してもらった通り、大志の3校上で、アメリカ今年で7年目です。で、現在は ATC の資格を取って、で、大学院の、マスターズディグリーをちょうど取り終えたところです。で、最初に自分が来た時から、一緒にサッカーしてたから、サッカー誘ってもらって、一緒にボール蹴ったりして、多分一番合ってたと思いますけど。確かに。で、同じ専攻だからそういう話もしたりして、一番近かった先輩の一人。そうね。で、もうほぼ先輩というか友達みたいな感覚で、大学で会ってました。で、いきなり質問に行きましょうか。はいはい。まず、高校卒業してからアメリカに来たと思うんだけど、なんでアメリカに来たかったのか。なんでこの、大学っていうといろいろ理由がまた違っちゃうかもしれないけど、アメリカの大学に来たかったのか。はいはい。まず一つは、高校までずっとサッカーやってて、でなんかスポーツに近い、生活というかずっとしてきて、でなんか一生スポーツに関わった仕事したいなって思った時にアメリカの AT っていうのを見つけて、日本の AT とか理学療法よりプロに行けるチャンスが高いというか、そういうのでアメリカの AT にちょっと興味を持って、で調べていくうちになんかどんどん行きたい気持ちになって、こっちに来ました。 AT ってちなみになんかアスレチックトレーニングって言って、わかんない人に一応言うと、アスレチックトレーニングってアスリート、サッカー選手とかスポーツやってる人が怪我した時に一番最初に近寄って今この怪我がどうだっていう診断をする人なので、そこから病院に送ったり、じゃあ今ご安静にしてくださいっていう判断をする人で、それのアメリカの国家資格を持ってる人になります。じゃあそのアメリカに来たいって思ったのは高校のいつぐらい大体？進路みんな考える時期って多分高3に入り始めの頃だと思うんだけど、決めたのは多分夏終わったあたりだったと思います。高3夏終わったあたりにもアメリカ行くって決めて、で大学探し始めたっていう感じですね。なるほどなるほど。じゃあアメリカに来て一番最初に思ったことは？食べ物が違うっていうのが一番大きかったかなっていう。美味しくないってそこまでは感じなかったけど、でもやっぱり日本の食べ物が恋しくなるというか、ラーメンだったりとか寿司だったりとか焼肉だったりっていうのはもうこっちじゃ絶対見つけられないものだから、それが一番大きかったかな、最初は。あれでもファストフード王国だから安いけどカロリーがね、なんか一つエピソードであるのが、マックでフィレオフィッシュを食べた時に、来て3ヶ月目ぐらいで日本を感じるっていうフィレオフィッシュで日本を思い出すっていうそうね、全然魚ないからな、ここ。アメリカ今7年間いて、失敗談みたいな、生活の中での失敗談とか困ったことみたいな。やっぱり一番はでもコミュニケーションなのかな。最初来て多分2年目3年目ぐらいが一番苦労して、1年目って来たばっかりだから周りの人も優しくしてくれるというか、2年目3年目だと多少喋れるようになってくるじゃん、だけど全然じゃん実は、全然、そこが一番苦労したかな。周りからもある程度喋れるでしょって思われてて、でも実は全然喋れない。それが一番かな。自分が一つ挙げるとしたら、バスとか電車とかがないのがめちゃめちゃ不便だった。なるほどね。友達もいないし、食材とかなんかお菓子買いに行くのも、歩いて20分かかるし、車めっちゃ通ってるし、歩道ないところあるし、車欲しいってめっちゃ思う。そうだね。そこが違いだったな。今日本にいる高校生とか、アメリカに来ようって思ってる人に、一つ二つ準備してきた方がいい、覚悟してきた方がいいとか、なんかそういうものがあったら
一番は家族と会えないとかホームシックになる人っていうのがいるっていうのは絶対あるかな。一人で生活して自立して全部一人でやんないといけないから気持ちの面での覚悟っていうのが必要なのかなっていう、中途半端な気持ちでアメリカ来て、言葉もわからない生活環境も違うっていうところに来て生半可な気持ちで来たら本当に挫折すると思う。間違いないです、友達とかも日本の友達とかも女の子とかやっぱ特にホームシックとか家族が寂しくてたまに途中で帰っちゃう子とかもいるから、やっぱそこの覚悟はやっぱり必要かな、だって本当に年に1回とかしか家族に会えないしね、あとはなんか来る前に英語でなんか勉強したこと対策じゃないけど、6年いるから分かることなんだけど、やっぱり一番大事なのは発音。一番大事なのは、6年目になって感じること、なんか2年目ぐらいの時は本当に単語いっぱい知っとかないといけないとか読める力とか文法を知らないといけないとかっていうのを思ってた、でも6年目になるとやっぱり発音がすごい大事。なんでかっていうと発音ってなんか自分でこれとこの音とこの音が違う、自分が言えてないっていうのを気づいて毎日意識しながら練習して、1年2年かかって治るのよ、やっと、一番時間がかかるものだから一番最初から正しい音を言えるようになってくるんで、なんかそれってなんか日本語の文化もあって、日本語ってずっとこう平坦に話すから、でもアメリカの英語ってこう、全部波を打って強調するやつとしないやつとあるから、そこを自分で意識してやんないと、全部ピーってなると向こうの人も伝わんないから、そこはやっぱり意識するね。確かに例えば一番簡単なやつで言うと L と R って全然違う発音じゃん、英語だと R って結構特徴的だから俺は言いやすい。俺も結構言いやすいです。 R って、でも L って本当に来たばっかりの時に誰かに、日本語のラリルレロと一緒だよって言われたの、だと思ってたのね、全然違う全然違うやんって。でそれが未だに苦労してる L の発音っていうの。確かになんか俺の彼女が Really をずーっと何回も言わせられて、Really をめちゃめちゃむずい、でもうアメリカ人それを俺が言ったらめっちゃ笑うし全然うまくないから、そういうやっぱ練習していけばどんどん舌が慣れるから。もちろんTOEFL、受かるための勉強っていうのはしないといけない。テスト用の勉強は絶対しないといけないんだけど、それと並行して発音とかその音の勉強もちゃんとやった方がいいかなっていうふうに、その文法とかもやっぱりレポートとかで必要だから、絶対そういう TOEFL の勉強も授業に絶対生きてくるし、どっちも大事なんだけどね、コミュニケーションもやっぱり大事だから、こっちではっていう感じかな。そうだね。じゃあとりあえず前半はこんな感じで、アメリカでの生活はこんな感じで、日本との違いはこんな感じですっていう話をしました。で後編はアメリカの大学内でどんな活動をしたい、どんな生活をして、で特にね勉強面いい成績を取るためにどういう勉強をするかっていうことを話していきます。なので後編もぜひ見てください。それでは。